皆さんこんにちは。今日もクラブ3始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきなりなんですけど、今回の配信は前回までの自分のその過去の経緯を伝えていった回の続きではなくて、ちょっと今現在チームで起きていることに対して、そのリアルタイムの俺の感情を含めてなんか話したいなと思って。僕も初めて聞きました今。そうだから今回打ち合わせとか全くなしで、もういきなりこう収録って形にしてるんだけど、そうせっかくなんか今俺がいろいろなことを感じてる感情とかあるから、その熱が冷めないうちに話した方が、話にもこうさ、なんていうのかな、熱量が伝わるだろうし、よりこう嘘は偽りない話ができるから、だからそれもそれで面白いかなと思って、で今回はちょっと前回の続きではなくて、自分の現状をこう話していこうかなと。自分の現状、チームの現状、チームの問題とか含めて話していこうかなと。オッケー。いいね。ちょっとびっくり。じゃあ、何かがあったってことだね。そう、まさしく。鋭いね。だってもう今までの段取り全部ひっくり返ってるじゃん、だって。やっぱね、俺もね、自分のこのラジオをリノさんが配信してくれた後、少なくとも2回は聞き直すわけ。やっぱ自分の話のスピード、話してる順序、あと言葉の語彙力含めて、反省しかないんだけど、それ一個置いといて。なんかね、やっぱね、水木のそのね、MC 力は俺結構高いと思う。やめ。急にやめ。珍しいことすんな、マジで。そう。いや、なんか、これは思ったから素直に言っとこうかなと思って。で、俺ね、聞いてくれてる友達とかもね、水木のこと知らない人がほぼ 99% なんだけど、でも MC の人うまいよねっていう声をいただくわけよ。そんなに量はないよ。どっちだよ。ポツポツと、ごめん、そんなにはないよ。ポツポツとそういう意見をもらったことがあって。身内じゃないんだよね。俺の知り合いとかで聞いてくれてる俺の知り合いとかが言ってくれた。俺のこと知ってくれてる母ちゃんとかじゃないよ。南部の母ちゃんとかじゃないよ。俺の母ちゃんはいくつ伝えくれてこなかった。水木に関しては。それはそれだろ。残念ながら。俺の母さんではないね。そんな感じで聞き直してるとね、やっぱね、話まとめんのとかね。いや、ちょっともっと頑張りますよ。南部がしっちゃかめっちゃかのこと言うからさ。いやー、ただね、語彙力の少なさがね、俺の。もう少しね、なんかこう、ユーモアがある受け答えしたいよね。いや、それがいい。なんかそれをわざと作り出してとか作ってじゃなくて、自然と、なんかこう、発するように、発せれるだね。発せれるようになりたい。いや、言ったそばからすごいことになってる。っていうのはふうに思ってますっていう話ね。ラジオ自分のやつ。なんか待って、でもさ、ほら、よく普段やらないことをさ、なんか言い出したりやり出したりする人がいるとさ、明日雨じゃなくて槍が降るんじゃないとかよく言うけどさ、今急に南部が俺のこと褒め出したじゃん。これ相当南部の身の回りでよっぽどのこと起きたでしょ。いや、もうさすがだね。これ絶対南部の周りでよっぽどのこと起きたでしょ。じゃないと、南部が俺のことなんて褒めてこないじゃん。いや、なんかすごい、なんか打ち合わせしたかのような、なんかさ、段取りになってるけど、マジで打ち合わせ一切ゼロでやってるからね、今回。全くしてないね。ただ、まさに、水木が言うように、本当に昨日、俺にとって、昨日、大きな出来事があって、それは、今回の回のメインテーマにしたいんだけど、そのチームのキャプテンのウィリーっていう。前ちょっとだけ話出たよね、ウィリー。そう。が、長年在籍してたんだよね。そう。もう今シーズンで8年目のレジェンドで、もうインドネシアの MVP も去年取って、2回目なんだけど、取って、そう。で、俺も一緒にやってて、過去見ても、同じレベルの人は1人2人いたかいないかぐらいの、そのプレイレベルの選手なんで、人としても、すごい学ぶことが多かった選手なんだけども、すっげえ一緒にプレイして楽しかった選手が、昨日辞めたわけよ、チームを。で、彼は、あと2年間契約残ってたの、PSM、俺らのチームとね。で、年齢が34だから、あと2年契約を全うして、で、このチームでユニフォームを脱ぐって言ってたの。で、過去にはこのチームよりもはるかにいい給料で
他のチームからいくつかオファーあったのに全部断って、このチームに残り続けたの。で、その彼が昨日対談リリースが出たわけよ。そう。で、もちろん俺らは同じ選手だから、リリースの前から、まあおそらく対談するだろうっていうのは、まあ肌感覚で分かってたんだけど。そうなんだ。そう、まあ練習に、まあいろんな問題があったっていうのも知ってるし、クラブとね。で、実際にその練習に来る回数も減ってたわけよ。で、俺も連絡取ってたりしたから、大丈夫とか。なんかすげえ。そういうので。すげえ話。そうそうそう。っていうのを知ってたから、まあある程度覚悟したんだけど、やっぱり昨日のリリース出して、もう俺だけじゃなくて街全体がめちゃくちゃ多分悲しんでる状況なの今。なんかすげえ話。で、ちょうどさ、昨日今日オフなんだけど、チームがね。で、俺、まあスタバ行ったり、まあ足の治療行ったりとか、食事レストラン行ったりするけど、みんな口揃えて俺に、ウィリーのこと話してくるわけよ。店員だったり。マジでドクターだったり。みんな。そのぐらい街から愛されてる人だったの。ちょっと日本のやっぱ感覚とは違うよ。ちょっと違うかもね。わかんないもん、その感じが。だ本当にもう。国民的みたいな感じだよね。そう、本当にこの街のスター、存在だったわけよ。で、その彼がチームとのいろんな事情があって、まあ対談せざるを得ない状況になっちゃった。そう。で、昨日、そのチームの対談が発表されて、で、今日の昼ぐらいにインドネシア国内の違うチームの移籍がまた発表されたんだけど。なるほど。ってことは、移籍だったんだ。もう引退じゃなくて移籍だったんだ。そう。まあ、移籍せざるを得なかったんだよね。そういう本当なんか悲しいニュースがあったから、そう、今回は、そのまあ、ウィリーの件も含め、今、クラブが置かれてる状態とか、チームのその、成績だったりとか、なんかそういうのを、この今持ってる感情のまま話そうかなと思って。それ聞きたい。もちろん話せない範囲っていうのはあると思うんだけど、そのキャプテンの対談理由みたいなのって聞けるのかな？もちろん範囲はあると思うけど。そうだね。まあ、話せる範囲で言うと、やっぱその、給料面で多分その選手とクラブでもちょっとこう、問題があったのと思うね。そう。ただ、それは彼とそのクラブの件だから、俺は詳細は知らないし、あくまで推測なんだけど、まあもちろん知ってることもあるけど、ただその給料のことで多分チームと揉めて、で、多分そのチームも、その、彼のそのフィーリング的には、こんだけ長くいて、チームにすごい貢献してるのもかかわらず、そのお金のことで今問題があります。じゃあお金が払えないなら払えないに、クラブからしっかりした説明があるんだったらまた違ったと思うんだけど、その説明もない、で、もうどんだけリスペクトないのっていう風になっちゃったと思う。で、そのお金の問題をクリアにするためには、自分が在籍し続けて、そのお金の問題に目を向けて進んでいくんじゃなくて、もうこのチームをやめて、世界サッカー、FIFA っていう国際サッカー連盟みたいなのがあるんだけど、全世界の。多分そこにもう話して、その給料問題を白黒はっきりさせるしかないなっていう決断に多分至って、で、多分どっちか、わかんない。その双方合意のもとなのか、片方が強制的にかわかんないけど、多分、契約解除に至ったっていう話だと思うんだけどね。それってさ、ちょっと俺も慎重になりながら多分質問しなくちゃいけないとこだとは思うんだけど、それって正直、南部の身にも降りかかることがゼロではないことなのかな？いや、ほんとそうだと思う。それこそ明日は我が身じゃないけど。そういうレベルなんだ。だって、まあ、どういう考え方すればいいのかわかんないけど、まあ、本来であれば、なんていうかな。まあ、もちろんチームは平等に見なきゃいけないけど、選手は。だとしても仮に順位をつけなきゃいけないとするじゃん、選手にね。そしたら、彼はもう1番、2番、むしろ1番に絶対来る選手なわけよ。まず彼には払いますよねっていう順番的に。その彼に対してそういう扱いだったわけだから、じゃあ彼がもしも今いなくなりました、自分が今チームに残ってますってなった時に、いつ自分にそういう同じようなことが降りかかってくるかは正直わかんないよね。俺は絶対安心っていう保証は全くないと。ってことは、結構周りの選手たちは納得いってない状態ってことなんだ。いやもう全く納得いってないんじゃない？まあそれは納得いかないよね。だってその、俺らさ、もちろん選手だから、個人事業主やってて、身は自分で守らなきゃいけないからさ、いくらチームメイトって言っても、自分のお金、じゃあそれだったら、俺の給料から、何%彼にあげてってわけにはいかない。なるほど。ただ、やっぱり言ってもチームメイトだし、信頼し合ってる仲間だから、俺一人が幸せでも、他のチームメイトがハッピーじゃなかったら、それって俺もなんかハッピーにはなれないじゃん、本当の意味で。
その試合に出れるのハッピーとはまた違うわけよ。本来もらわなきゃいけない給料を何ヶ月ももらってないとか、なんかその彼は彼でチームとのその個人的なインセンティブがあって、それを受け取れてないとか、で約束をチームが守ってくれてないってことじゃん。で、彼は本当はチームにいたいけど、チームにいることでプラスになることがチームとしても個人としてもないから、そうやめるっていう選択肢を多分取ったと思うのね。推測だけど。ってなると、やっぱり俺も含めて他の選手も、まあ悔しいよねって感じ。なるほど。結局なかなか俺らもさ、今シーズン全然結果出せてなくて、チームとして。で、今回5連敗中なのよ。そう。っていうのでさ、去年1年間3敗しかしてなかったチームが、もう前期でもうその倍以上負けてるわけ。そう。だからそういう状況もあるし、だからそれが繋がってるのかわかんないけど、そういう良くないことってさ、連鎖するし。なるほど。確かに。だからそういうね、大切にしなきゃいけない人を、大切にできなかったっていう組織は彼らだけの問題じゃなくて全的にこうチームに浸透はしちゃうよね。なるほど。なんかさ、ちょっと多分リアリティなところって言えない話もあると思うんだけど、一応さ、もう少し俯瞰的に見てその選手とフロントっていうのかな、なんかそういうところのさ関係性とかってさ、なんか簡単に普通はこんな感じみたいな説明ってもらえたりするかな。やっぱさ、普通っていうのはちょっとわかんないし、そのチームによりけりだし、やっぱ人間だから、なんか多分その構図って選手しかわかんないと思うんだよ。だから俺らみたいな人にわかるように説明してもらえるとめっちゃありがたいんだけど。なるほど、ね。そう。俺らのチームで言うと、チームのその CEO がいて、俺らインドネシアとかタイとかその人たちのことをボスって言うんだけど、ファンが選手もサポーターもボスって言うんだけど、日本で言うと CEO みたいな感じかな。社長みたいな。そうだね。最高責任者。で、俺たちはメインスポンサーがボスワっていうスポンサーなんだけど、そのボスワっていう会社のトップの人も上にいるわけ。で、その人が多分一番のトップの人なんだけど、その人の息子さんが今 CEO っていう位置にいるわけ。そう。で、その下にマネージメントだったりとか、人たちがいて、その下に監督、選手っていう感じなの。構図としては。で、お金回りの話だと思うんだけど、そのお金回りを、基本は、そのボスの上の人たちっていうのが選手に対して提示する。そう。でも今回そういうところでフロントと揉めたっていうことなの。今ってこう選手とそういうのを決めるフロント側との対立構造。そうだね。問題としては、そのチームの、お金払う人はその上の人たちが最高責 CEO なのが、そのボスっていう存在なんだと思うんだけど、その人たちがその彼に対して払うべきお金を多分支払えてなかったっていうのが一番の問題なんだ。なるほど。そうで、俺たちもその試合に勝ったらインセンティブがあるから勝利給とかあるわけよ。で人によっては得点給、アシスト給とかあるわけ。で俺たちもまだ4試合分の勝利給が払われてないわけ。なるほど。なんかリアルな話になってきたね。っていうのもあるから、彼だけの問題じゃないって言えば問題ではない。彼だけの問題じゃないね。ただ彼は多分その給料面だったりとか、彼は多分それプラス多分個人的なそのインセンティブみたいなの多分ついてるから、そこに対しての問題もあったんだ。なるほど。それって今どういうもう少し具体的に言うとどういう事態を迎えてる？監督はどっちでとかどういう考えでとかさ、チームはもう少しキャプテンの対談によりちょっと選手もばらつき始めたみたいなそんな感じなの？まずはじめにクラブからも監督からも俺たち選手に対してそのキャプテンに対しての説明が今んとこないわけ。だからクラブのリリースを見て俺らも正式に知る。そんな感じなの？そうだから、俺何事にもコミュニケーションがマジ何よりも大事だと思うの。俺結構ビジネスもそうだし、サッカー、スポーツもそうだし、いろんなこともそうだけど、俺変に知識がなかったり、経歴がなくても、俺ある程度のコミュニケーション能力さえあれば、そこを補えると思うわけよ。ただ、どんなに頭良くて、どんな経歴があっても、コミュニケーション能力がなかったら、そこって、その力がない人たちにどんどん抜かれちゃう可能性はあると思う。で、今俺がすごく感じるのは、もうクラブと選手たちのコミュニケーション不足が、明らか。だから、選手たちは問題
何がどういう風になってるのかもわからないし、っていうのに対して疑問だし、なんでそこに対して説明はしてくれないのっていう疑問も生まれるし、だから何よりだからコミュニケーションが取れないから、もう疑問しかない状態。ってなるとやっぱ選手たちは選手たちでそれの話に、そういう話になるじゃん、やっぱ自然的に。そうするとやっぱりどうしても出てくる言葉は、いい言葉はなかなか出てこないじゃん、そういう状況からね。で、なんかそういうのってやっぱまたさっきも言ったけど、負の連鎖で浸透していくから、一人がそういう話すれば、二人三人って広がっていくし、で、やっぱそういうちっちゃいことかもしれないけど、そういうちょっとした文句とか、ちょっとした不満とかって、意外にっていうか結構蓄積してったらピッチ内で出るから。なるほど。それがこう、全部繋がってんだよね、結局。で、今、その全部こう繋がって、結局、うまくいかない方に流れてってるというか、現時点ではね。そう、そんな状況にいるね。なんかさ、これって結構前から結構ちょっと亀裂というか、なんかこう、あれちょっとフロントとおかしいかもみたいなさ、なんかこう、あれもしかしたら怪しくないみたいな、ちょっと疑心暗鬼になる部分って結構前からあったの。なんでこういう質問するかっていうと、そう。今までさ、ほら、そういうことって一言も言ってなかったじゃん。フロントがどうとか。あ、俺がね。そう。でも、なんか正直、ここに来て一気にこう、キャプテンが対談するって俺めちゃくちゃでかいことだと思うんだよ。そう。それってなんか結構フロントとの確執みたいなのって意外と結構前からもちょっと存在してた。まあ、正直言うと、去年からあった。あ、去年からあったんだ。ただ、確執っていうところまではいかないけど、俺の感覚としてはやっぱコミュニケーション不足だなっていうのはすごく感じてる。だから選手が疑問に思うようなことを、そこで説明1個入れて、少しコミュニケーション取れれば、解決できるような問題も、もうその場を設けないから、選手は疑問でしかないとか、現場は疑問でしかないみたいな。例えば、給料払えません。給料じゃあ2週間支払いが遅れちゃいますってなったとするじゃん。で、黙って2週間遅れるのと、例えば上の人が来て、現場に来て、選手、スタッフ全員に2週間給料遅れると。で、こういう理由があって、2週間遅れちゃうけど、2週間後には必ず払うみたいな。これを約束します。だから今回もう本当に申し訳ないけど、ちょっとその現状を受け入れてほしいっていう説明が1個あるのと、全然変わってくるじゃん。それがないとか、そういうのがもう去年からこう蓄積していって、今に至る。俺がそういうのを感じたのは去年から。だって俺ら給料去年チームに入ってから今に至るまで給料オンタイムでもらったことないからね、俺。マジで、ずれて入ってくるってこと？毎月絶対ずれる。すごい！一番マックスで2ヶ月。2ヶ月前の給料が入ってきたみたいな。すごい、ね！2ヶ月ほぼ未払いみたいな。今で行くと何ヶ月未払いって言ってたっけ、さっき。今で言うと、今日10月10日でしょ、俺は9月の分がまだもらってない。ああ、そういうことか。8月の分はちょっと前にもらった。それ何？人によって違うのもしかして。いや、人によって違うんだよね、それが。違うの？それもまた不思議だよね。マジで？でもさ、面白いんだよ。それも、俺としては結構モチベーションなわけ。どういうこと人によって違うから、それは結果出してるやつには払う。ああ、なるほど。だから、もう食っていくためには、結果残さなきゃいけない。ああ、なるほど。確かに。ずっとベンチ温めてる人にお金はね、ちょっと後回しになっちゃうよね。でしょ、だから、何か言いたいんであれば、ピッチの上でもう表現するしかない。おもろい。それおもろいけど、キャプテンが今こういう状況に置かれてるっていうのは、なんかそこまでシンプルな話でもないのかなと思うんだけど、それってどうなの？そう、いや、そうなんだ、だから俺らも、って感じなわけよ。今、動揺してるわけ。だとしたら彼がもらえないなんてことはありえないし。それがさっき言ってた南部が、いや、1番か2番にはもらうべき相手って。ああ、そう。っていうさ。ただ、本当にもう、これは、もともと捉え方だと思うから、どう捉えるかだよね、本当に。でも今言ったように、俺は、もうこれは結果残し続けるしかないなと思って。なるほど。いいね。そういう感覚なんだね。そう。だし、わかんない。人によっては、いや、そんなの結果出るわけないじゃんっていう、そもそもそう思っちゃってるかもしれないし。わかんない。確かに、生活をする上でお金が必要で、お金が払われてないってことはモチベーションが下がるっていう理由もわかるんだね。そう。でも俺は、まあもちろんね、契約期間中のお金は絶対何が何でも、もらうけど、今もらえてない1ヶ月2ヶ月に対して文句言って、ガーガー言って、試合出ませんとかじゃなくて、一回それ置いといて、
もしもピッチに立てば、もうピッチ上にはお金がゴロゴロ転がってるわけ。ああ、なるほど。すげえ感覚。で、ゴールの中には、もっともっとお金がもう積み立ててあるわけ。なるほど。で、自分のそのピッチに落ちてるお金を拾うのも自分だし、見過ごしちゃうのも自分だし、ゴール決めれば、その積み立ててあるお金は未来の自分に返ってくるし、だからその自分の未来への投資のためにプレイしてるみたいな。なるほどね。それってさ、なんかお金の価値観みたいなところって正直俺海外あんまりわかんないんだけどさ、で、ことプロサッカー選手、プロスポーツ選手ってわけじゃん。まあ、日本人の、まあ、南部が特別なのかもしれないし、特別じゃないのかもちょっとわからないんだけど、今一緒に実際いるチームの人たちって、どういう人たちが多数で、どういう人たちが少数で、今、現状起きてる、そのフロントのその行為によって。てかね、これね、また面白いのが、言えないもしかして。外国人、言える？いや、言える。外国人選手と、インドネシア人選手でまた、思考が結構違う。あ、それ面白い。そういうの聞きたかった。めっちゃ面白い。なんでかっていうと、外国人選手とインドネシア人選手でもらってる金額が結構違うわけ。で、もちろんインドネシア人選手でも、また、もらってる金額変わるんだけど、俺らのチームって若い選手多いわけ。ほんと20いってない選手とか20そこそこの選手が多いわけ。あ、そんな若いの？みんなはすごい若い選手が多い。若いね。ほう。そう。で、外国人選手もらってるし、もともとしかもらってた選手もいるから、ある程度の蓄積がある選手が多いわけ。もともともらってたってどういう意味？ああ、だからこのチームに入る前ね。なるほど。はい。そう。だからある程度の蓄積があるから、もちろん1ヶ月2ヶ月もらってないと、めちゃくちゃ、それはいい気はしないけど、そこに対して、なんつうかな、んだーみたいな感じで、もう投げやりになるような感じではないの。ただ、インドネシア人選手の若い奴らって、そんなに金もらってないし、彼らって使っちゃうわけ。使っちゃう金を。1ヶ月で。だから多分、お金を貯めるんじゃなくて、もらった金は1ヶ月で使い切っちゃう。なるほど。若いし、ちょっと遊んじゃったりとか、ね、いろいろこうお金の使い方があるんだ。若いやつさゆえの。あとは、もらってる金額から、もう親に管理してるとか、あと、やっぱさ、貧しい人も多いから、家族が。例えば兄弟を学校に行かせてあげてるとか、親のそのなんかこう、家をなんかこう建て直すための資金にしてあげてるとか、自分の給料からね。すごいな。だから自分の給料は結構ギリギリやってる人が多くて、ちゃんと給料が振り込まれなかったら、もうお金がなくなっちゃう。いやでも本当そうだよね。マジでそういうことだよね。そう。そう、だから、その現地のインドネシア人選手と、外国人選手との思考はちょっと違う。で彼らはもう給料もらえなかったら、いや生活できないし飯食えねえんだからイライラしてくるじゃん。そう、でも外国人選手はもちろんイラッとはするし、不満はあるけど、とりあえず生活は送れるから、まあちゃんともらうけど、今こうどうこうするタイミングではないよねっていう受け取り方してる。ほらあれさ、南部ってさ、なんか家とか準備されたりとかしてるじゃん。そうだよね。選手の多分人によってだと思うんだけど、そこら辺ってさ、そこら辺は支払われてるの？俺は今支払われてる。俺は今ホテル暮らしなんだけど、このホテルの宿泊費と、あとホテルの、中で食べる食事はもう全部クラブが持ってくれてるわけ。あ、そうなんだ。で、マンションに住んでる外国人選手たちは、もうクラブがそのマンションを先に1年単位で払って、そこに住んでるみたいな感じ。なんだけど、インドネシア人選手は、なんかチームが1個マンションでアパートみたいな持ってて、でそこに住んでる。全員じゃない。なるほど。はい。なるほど。もちろん一軒家住んでる人とかもいるけど、基本的な選手はそこに住んでる。なるほど。じゃあなんかチーム内の中でも選手によって少し格差があるから、お金の価値観も違うっていうところで。そう。だから選手、結構若い選手とかは人によってはなんかご飯おごってとか言ってくる。あ、そうなんだ。まあそんなになんかずうずうしく言ってこないけど、もらってんだからおごってよみたいな。そういう感じで言ってくるね。ちょっとした時とかに、例えば空港で食事しなきゃいけない時とか、遠征先とか行ったら、例えばそうだね、おごってよみたいな。まあ、基本的には同じ席に行ったら出すけどもちろん。でもなんかふとした瞬間におごってよとか言ってくる。けどおごんないけど。言われると、でもおごんないってのはちょっと嘘だけど、俺みんなに言ってんのは、おごる、もちろん俺全然出すんだけど、俺には一個条件があるって言ってるの。お前らが、俺の目線で、練習に対して 100% やってると思ったら俺ご一緒する。なるほど。うまいこと言う。で、俺基準でやってないと思ったら、
俺はご飯ごちそうしないと言ってる。なるほどなるほどなるほど。それはおごりたいんじゃなくて、お前ら若いから、もっとやれって言ってる。はいはい。いや、ニュアンスはすごくわかる気がする。そう。で、おごって、もちろん今週頑張ってたじゃんって言っておごるときもあるし、ご飯つけてあげるときもあるし、いや、全然やってないよ、みたいな。お前何し練習中あんなに痛がってんのみたいな感じで言ったりするわけ。なるほど、なるほど。あ、なんかいい先輩だね。わかんないけど、まあ俺はそういうなんかこう、ね、ただじゃあお金ないからご飯連れてってあげるじゃなくて、やっぱちゃんとやってる人たちと一緒になんかこう、飯食いたいじゃん。うまくないけど、ここの食事は。だからなんかそういう条件は絶対つけてる。なるほどね。なんだっけ。ちょっと、チームが5連敗しててとかっていう話から、まあなんかこう、まあやっぱりそういうちょっと、ピッチ外のことが結構そういう風な、良くないチームが一つになりにくいようなことが起きてると思うんだけど、そうするところで今リアルに浮き出ている問題とか、なんかところってなんか南部的に感じてたりとかあったりする？まずは、やっぱり文句が多くなるよね。文句練習中のそう、だから選手もそうだし、スタッフもそうだし、やっぱ出てくる発言が、やっぱ不満、文句が多くなる。俺、それは良くないと思ってる。もちろん、わかるよ。すげえわかる気持ちは。ただ、良くない時に文句言うのってめっちゃ簡単なわけよ。人のせいにする、文句言うっていうのは、これ誰でもできるわけ。で、言ってる方も楽なわけ。でも、それ言って、メリットってないじゃん。何かいいことが生まれることってないじゃん。でしょ？だから、俺、それは良くないと思うから、俺さっきもちょっと話した、食事のご飯連れて行く時の条件の一つで、練習頑張ってたら連れてくよって言ったじゃん。あと、俺の前で、もう不満と文句言ったら、俺それで怒んないって言って。なるほど、なるほど。そう、練習きつかったとか、なんだろう。まあ、なんでもいい。コーチになんか言われたとか、なんかまあなんでもいいんだけど、とりあえずなんかそういう不満を言ってきたら、俺マジで怒んないよって言ってんの。ごちそうはしないよって言ってんの。で、俺の前では、文句は絶対言うなって。言わないんだったら、俺絶対出すから、みたいな。っていうのを条件にしてるんだけど、今この状況、今チーム状態見て、俺が感じるのは、その不満とかはすげえ多くなる。なるほどね。だけじゃなくて、スタッフとかってそのスタッフとかもそう。だから例えば、試合で負けた時に誰がいればとか、あの時決めてればとか、それたられば多くない。それってさ、どういうロッカールームで？俺最近ちょっとさ、桃裏がちょっと違和感出て、別メニューでやる回数が何回かあったの。練習じゃなくて、練習とは別に自分で、その体のケアする時があったのね。で、そうするとやっぱグラウンドの横で、そのスタッフと一緒にいる時間が長かったりとかするわけ。そういう時に、そういう話をよく耳にしてた。それこそさ、なんか今後、まあ、明日は我が身みたいな話ではあるけども、実際試合もこれから続くわけで、で、ましてやチームなんて11人でやんなくちゃいけないっていうところでいくとさ、なんかどういう歩み方になるのか。改善策が本当にあるかどうかはわからないけど、南部はこういう状態の中でのチームとか未来ってどう考えてる？まず、俺ができることは、まずピッチ内で見せるしかないかなって思う。まあ、それが一番かなと思ってて、もう本当当たり前のことは当たり前にできるかどうかだと思うんだよ。例えばちょっとしたところ頑張れるとか、例えばじゃあ失点しちゃいました先に0対1で負けてますってなった時に、みんな絶対、またかよってなる時に、一人で、例えばゴールまでボール取り行って、真ん中まですぐ戻ってきて、行くぞっていう声をかけられるかどうか。なるほど、なるほど。鼓舞するような前向きな。例えば、そう。で、やっぱこういう時って誰かがミスしたら、んだよってなりがちだけど、その時に、プラスな言葉をかけてあげれるかとか、チームにそういう人が例えば一人いて、俺がそういう役割になって、そっちの引力で俺の数を一人から二人から三人っていう、風に増やしていく努力はしなきゃなと思う。なるほど。じゃ、ちょっと、なんだ今聞いてると、あれキャプテン抜けたからキャプテンっぽい役回りなのかなって思ったんだけど、そんな感じに近い？でも、それを意識しなきゃなと思ってて、俺ももう年齢的には上だし、チームの中でもベテランの方、もう上から数えた方が早いし、チームの、俺らのキャプテンのウィリーはそういうのができてたわけよ。そう。で、やっぱ彼がやるから、他のやつもやるし、彼が良くないプレーにはちゃんと知った激励するから、選手たちも背中を押されてやるしっていう状況が作れてたのね。ただ、ここ数試合彼がいなくて。もうここ数試合そもそもいなかったんだ。そう、いなかったから結構やっぱぬるくなっちゃうわけ。そう。でも誰かがいたら、チームが締まる。誰かがいなかったらぬるくなるっていうチームはもう強い集団じゃないから、だからまあそういう役割を自分がこう意識的にやっていかなきゃなと思ってるんだけど。すげえな。なるほどね。
そう、あとは本当に、そういうのができてくれば、確率論だけど、勝利に近づける確率は少し高くなると思うから、まあそこで1勝2勝しちゃったら、ね、勝手に自信はついてくるだろうし、そういう流れまで持ってきたいなと思ってるけどね。なるほどね。あとはもう練習中に、細かいことを、これもまた難しいんだけど、東南アジア、インドネシアとかタイとかって、日本みたいにあんまりみんなの前で怒られるっていう習慣がないわけ。あ、怒られるっていう習慣ないんだ。それって何そのスポーツに問わず。ないと思う。すげえそれ。明らかにそいつが悪いけど、みんなの前で怒られたらすっげえふてって、もうやらないみたいになっちゃったりとか。プライドが高いの？だから例えば、日本だったらさ、じゃあ、サッカーのハーフタイムとかにさ、でベンチ戻ってきましたって言ってさ、監督とかがさ、おい、変ぞみたいな、なんとかお前のがどうのこうのだっていうのはよくあるじゃん。みんなの前でそいつはめちゃくちゃわかるよ。ただ、タイもインドネシアも俺もうあんま聞いたことないんだよ。で、逆に、俺が日本の例えばじゃあプレーした時みたいに、ちょっとこう、気が抜けてる選手とか、プレーが雑な選手にみんなの前でガーっていうことがあったわけよ、昔は。でも今これでこっちやっちゃうと、ちょっとまた変わってきちゃう関係が。多分それ文化の違いだから、こっちに合わせなきゃいけないから、俺も。そう、だから、言いたいけど、伝えたいことは変わらないけど、言う場所とか言うタイミングとか、言い方とかはめっちゃ考えて伝える。でも全然違う。もう聞いてて全然違う気がする。ちょっと話ずれちゃうけど、なんかよくさ、もう海外出ろよって言うじゃん。わかる。スポーツ問わずで。スポーツ問わずって言うじゃん。もちろん語学は海外出たら覚えられるよとかさ。よく言うよね。言うじゃん、いろいろ。で、もちろんさ、そういうのもあると思うんだけど、なんか俺が海外出てよかったなって思うことは、なんかその、自分の価値観みたいな、その自分のその固定概念みたいな、枯渇してた固定概念が、もう一気に価値観が変わるから、自分が当たり前だったと思ったことが当たり前じゃなくなるわけよ。その怒り方一つに、伝え方一つに対しても。それだけでもよかったなって思うから、そのぐらい違う。なるほどね。ちょっとカルチャーショックぐらい、違うんだ。違う、本当に違う。伝え方とかもそうだし。グッって言いたくなるけど、それ言っちゃうと、その勢いで言っちゃうと、プラスに全然働かなかったりする。もうふてっちゃったりとか、もうそもそも聞く耳持ってくれないから、俺がどんだけ言ってもただ自己満足で終わっちゃうみたいな。俺が言うってことは相手に改善してほしくて言うわけじゃん。でも、俺が言ったことに対して改善するどころか聞く耳も持たないし、んだよてめえはっていう風に思われたら、ただ関係が悪くなるところで、そこにプラスに何も生まれなくなっちゃうじゃん。てめえはってね。そういう風になっちゃうから。難しいね。いや、なんかさ、いろいろそういうこう、インドネシアの選手たちとか、怒る教育がないっていうのを聞くとさ、多分、ウィリーっていうキャプテンは相当骨折ったんだろうなって思うんだけど、なんかどういうプレイヤーで、どういうマインドだった人で、どういうキャプテンだったのウィリーは。もうね、プレイヤーとしては、俺過去に出会った中で、2本の指で入るぐらいいい選手だなと思った。2人ってことか。そう。かつてそんなプレイヤーが2人いたってことね。同じチームでプレイした人で。こんな身長、まあ194なんだけど、フォワードなんだけど、身長の高さで、まあヘディング強い、体強い、ドリブル上手い、パス上手い、シュート上手い。もうそんな感じなんだ。そんなもん、五角形とかで行くと、相当全部埋まってくるような人なんだ。あと頭いい、サッカーやってて一緒に思うけど、サッカー IQ 高い。で、俺さ、ボランチっていうポジションでこのチームで去年からやってるんだけど、彼フォワードやってて、ディフェンスの時そんな動かないわけよ。ただ、ちょっとしたポジショニングとか、すっげえいいわけ。だから前にいてくれてめっちゃ助かるわけ。ほんとやりやすいなと思った、一緒にやってて。で、俺は常に後ろにいるわけよ。ウィリーの。ポジション的に、ね。そっかそっか。で、ディフェンスしてても、前にウィリーがいるわけ。で、ちょっと、俺結構指示出すの右とか、あと2本右とか、あと左、2本左とか言うわけよ。そう。で、もうちょっと前とか、結構言うわけ、自分の前の選手に伝えるわけ。で、なんかもう、頭悪いやつとか、めちゃくちゃやってんのに、めちゃくちゃなきゃポジション。で、俺が、その後、お前、だから右って言ってんじゃんとか言って、分かってるよとか言うんだけど、てめえじゃ動きよみたいな感じになるわけ、こっちは。怒る教育だ。怒る教育してる。黙りな、みたいな。俺外人には怒るから。でも、ウィリーは、もう何も言わなくてもそこにいてくれるみたいな。なんかそれ、時々聞くよね。サッカーの話でね。そう。で、ウィリーがボール持ってたら、俺走ってくるわけ、後ろから。そうすると、本当にいいところにパス出してくれるわけ。しかもそのパスも、なんか本当浮きやすいみたいな。そこに欲しかったよみたいな。気持ちいいとこ、なんかかゆいとこに手届くとかよく言う。そう。っていうので、めっちゃくちゃやりやすかった。本当に過去を見ても、2人に入る。すごいね。面白い。ちょっと、まあ、それはインドネシアの MVP もそうだよね。そういうスーパースターだったんだよね、そもそもね。
で、性格は、まあ、一言で言うと、ザ・キングみたいな感じで。あ、王様系。そうだね。もう、だから、誰にでも何でもちゃんと自分の意思を伝えられるみたいな感じ。だから、選手たちだけじゃなくて、監督とかにもちゃんと自分の意見言ってくれるし、なんならチームマネージメントとかにもちゃんと言ってくれるし。逆に、だから今回みたいな、はっきりこう、対談っていうところも見えてきたのかな。そうだと思う。まあ、一つ例を挙げるとしたら、去年、リーグ戦終わって、ずっと勝ってたんだけど、勝利給が払われなかったことがあって。それもそれでなんか、さらっと話すけど、やばいよ。そうそう。で、試合終わって、全員がロッカールームで集まってる時に、何人かの選手が、いや、まだ給料払われてないですっていうのを、マネージャーに伝えた時、マネージャーがその現場にいたから。そしたらマネージャーが、いや、それはちょっと一番上まで話さなきゃいけないから、また俺から伝えとくわって話をしたの。そしたらウィリーが、いやいや、今電話しろみたいな。おー、すげえ。そんな後回しにすんなみたいな。すげえ。感じのこと言って、で、そしたらマネージャーが、俺が電話するって言ったら、いやいや、もうテレビ電話で俺が話すから、みんなの前で俺が話すからみたいな感じで言って、で、テレビ電話でビリーが話して、で、まあ、感情的になるんじゃなくて、俺ら試合勝ったよみたいな。見てたみたいな感じの話をしてて、どう思ったみたいな感じで、俺たち頑張ってたと思うみたいな。そしたら、もちろん頑張ってたと思うよみたいな。で、俺らこんだけ頑張って、文句一つ言わずやってるのに、勝利給まだ払われてないみたいな。で、俺らはチームのために思ってサッカーやってんだよみたいな。もちろん自分のためもあるけど、チームのためを思ってやってるから、みたいな。だからもっとこっちをリスペクトしてもらわないと、みたいな。俺らはあなたのことをリスペクトしたいから、あなたも俺たちのことをリスペクトしてほしいみたいな。だから、その一つとしてお金っていうのは大事なことだから、払うって言って払わないと俺らも信用したくてもできないから、それは今ここでみんなの前で約束してくれみたいなことを言って、そしたらあっちも分かったみたいな。で、分かったじゃなくて、いつまでに払うっていうのを今これで、この場で、みんなが聞こえてる場で言ってくれみたいな感じで言って、したらいつまでに払うねみたいな。そしたらまあウィリーも、ありがとうみたいな。俺はあなたを責めてるわけじゃなくて、あなたといい関係を築きたいから、誰かが言わなきゃいけないから俺が言ってるみたいな。すごいことを言ったの。で、まあそれで普通に払われて、みたいなこととか。めっちゃかっこいいね。そうだよ。めっちゃかっこいいね。で、もうもらってる金額も多分すごい高かったんだけど、俺らホペイロってわかる？ホペイロっていうさ、お手伝いさんみたいな、用具係みたいな人たちもいるわけよ。給料は多分すごい低いの。で、そういう人たちに遠征先とかで、個人的にこうチップじゃないけど、いつもありがとうってチップ渡したりとかもしてたらしい。いい話ばっかり出てきちゃうんだけど、すごい。試合に活躍した頑張った若手とかには、ちょっと今日は食事行くぞっつって、食事連れてあげたりとか、まあ、そういうなんかこう、ね、ちょっとした気遣いじゃないけど、してた。兄貴気質でもあるんだね。あとやっぱ見てる。いろんなところ。気配りしてる。結構みんなで、俺らのチームって全員で食事行ったりすることが多かったんだけど、その時に誰がどこの席に座ってるかとか、誰が話してないかとか、なるほど、なるほど。なんかそういうのすごい見てて、ポンってその人に話振ったり、その人ちょっといじったりとか、いいね。そういうのするし、ピッチ内では怒るところはちゃんと怒る。ただ怒り方も怒鳴るんじゃなくて、バーって怒った瞬間に、そいつのところ行って、頭ちょんって叩いてあげたりとか。かわいい。うわ、素敵。なんかそういう、ぐわーって言った後に誰得点取ったらその人のとこ一番喜んで、ぐーってなんかハグしたりとか、なんかそういう感じ。なるほど。本当になんかもう、ピッチ内外で、サッカーのプレー面でもそうだし、その人としても、なんかすげえこう学ぶのが多かったし、なんか本当楽しかった、なんか一緒にやれてて思う。本当に。もちろん他のさ、俺がよく言ってるエベルトンっていうブラジル人もそうだし、もう一人ユランっていうポルトガルのセンターバックもいるし、あと他にも何人かいるんだけど、この人たちももちろん俺大好きなんだけど、俺ら外国人がいい関係で入れたのも、ウィリーがいたからこそなの。そうだから、本当に俺ら選手にとってもウィリーの存在はめちゃくちゃでかかった。なるほどね。だってこのサッカーなんて、特にこの東南アジアなんて、もう選手の入れ替えなんか席替えのようにある話だから、もう誰か選手が一人抜けてもいちいち一回悲しがってる暇ないわけよ。そうね、そもそもね。正直。もうすごい、もうなんかこう、ドライな感じなの。でもちょっと違う、正直それは。今回は、ね。勝手が違う。違う。っていうぐらい、俺にとっても特別だったし、多分チームにとっても特別だったし、で、本当になんかもう人としてもサッカー選手としても本当に俺はすごいリスペクトできる人だった。めっちゃいいね。だからこそ悲しいよね。悲しいし、結構俺もクラブに対して怒りはある。なんでそんなことになるのっていう。なるほど。まあだからこそ、この感情を相手の前に伝えたかったから、順番を入れ替えて今日この話にした。なるほど、なるほど。いや、めっちゃ伝わったわ。なんかウィリーのその人柄みたいなのはめっちゃ伝わったな。いや、ウィリーのこと気になる人は俺のインスタ見てくれれば、俺ウィリーに対するインスタあげたから、顔とかわかるし。いいねいいね。それめっちゃいいね。ぜひウィリー、今の話でね。多分、普通に気になるでしょ。ちょっとウィリーをチェックしてあげてください。ウィリーは、次は移籍は同じ国？
そう、同じ国のね、今首位のチームに移籍した。あ、そうなんだ。首位っていうのは、2部リーグ首位。一部。一部リーグ首位。一部。すげえ。素晴らしいね。なんか、南部がウィリーを思う気持ちもすげえ伝わったところで、今回はちょっとイレギュラー回にはなりましたけど、終わりにしましょうか。俺やっぱね、八王子で育ったからね、多分情が熱いっていうの。情が強いよ。情が熱い。何、八王子っていうのはどういう理由なの？いや、なんかちょっと八王子ってなんかちょっとさ、ちょっとこう、今わかんないけど、柄悪い人たち多かったじゃん。でもそういう人たち結構仲間意識強いわけよ。そうだったね。そう。強いと思うのね。俺はそういう人たちに仲間いないけど、八王子育ったから、関係性は深く関わる人ってそんなに多くないんだけど、俺が信用した人とかに対する情報ってすごい熱く持っちゃうのね。情が入っちゃうの。だからその中の一人だったウィリーは。あ、なるほどね。それぐらいの存在だったと。いや、マジそのぐらいの存在。いや、なんかウィリーのこれからの健闘を祈りましょう。いや、ほんとそうだよね。だからまあ、ウィリーがいなくなって、ウィリーがいなかったからかって、これが言われるの俺一番嫌だから。確かに。残った選手として。確かに。だからウィリーがいなくなっちゃったけど、健三がっていう風に健三がいい方向に向けてくれたよねって言われるようにならなきゃいけないなっていうのが今の俺のこのモチベーションだから。なんか、ウィリーに一言言っとく？いやウィリーに LINE したし、LINE ってかメッセージ送ったし。でウィリーは結構そういうのに対してなんかあっさりしてるから。そうだ。あっさりしてる。そういうなんかこう、なんていうのかな、サバサバしてる感じだから。サンキューみたいな。ネチネチしてない。ザ・ヨーロッパ人って感じ。いいね。すげえ素敵じゃん。そうだよ。そういうのがいい。また。ウィリーの健闘を祈りましょう。これからも。いや、マジ祈ります。ね。ウィリーの健闘と、俺の健闘も。そうだな。確かにな。見とけよと。ウィリー見とけよと。ぜひぜひ。なんかさ、ミリーは別のチームだとはいえどさ、同じリーグで活躍もしてるから情報も入ってくるだろうからさ、ぜひなんかウィリーにも進捗があったら、このラジオでも話していこうか。そうだね。まあ俺は今シーズンちょっとマジで活躍して最後一言ウィリーにそういう扱いした方々に対して一言メッセージを送ってやりたいね。ギャフンと言わせたいって感じね。やっぱそこの一言言うには俺はそれなりの結果を出さないとそれに優位に値しないから、ちゃんとその発言一個できるような結果を残してっていう感じで、ちょっとなんか今回はもうウィリー中心の話になっちゃったけど、いやめちゃくちゃ良かったよ。まあただこういう状態で今チームが住んでて難しい状況にあるっていうさ、俺もインスタで結構チームの結果とか載せるけどさ、もしも見てくれてる人がいたら、ただ負けたんだ、ただ勝ったんだってさ、俺も載せてたらもうそれすら気にならない人もいると思うけど、その結果の背景にはいろんな問題があっていろんな状況があるってのやっぱ結果なわけよ。でそういうのをやっぱ分かって結果を見てくれるとまた多分違った面白さとか、違ったものが見えるだろうし、もちろんさ第三者は勝ったね負けたねで判断するけどさ、この前ラグビーも負けちゃったけど、負けちゃったねで判断するんじゃなくて、彼らがどんだけ見えないところで自分の時間とか、家族の時間とか犠牲にしてどれだけ命削ってために頑張ってきたかっていうのを、俺は分かんないけど、同じアスリートとして少なからず理解はできるわけよ。そうするとやっぱ結果以上のものが見えるから、そうだからなんかそういうのをなんかこのラジオを通してこういう話を聞いてくれて、その上で結果を見てくれるとまたなんかこう違った感情をそれぞれが持ってくれると思うから、いいかなと思う。そうだね、確かに。また変な熱くなっちゃったから。いや、いいんじゃない？ウィリーと南部の健闘を祈りましょう。そんなに話してないんだけど、実は。ウィリーとまあ、それ嘘だけど、そんなに時間をめちゃくちゃ共にしたわけではない。分かってるわ。でも、ごめん、最後一つだけ。不思議なんだけど、やっぱりサッカーって、お互いが言葉じゃなくても、言葉以上の信頼関係があったら、ピッチ内でめちゃくちゃいい関係になるわけよ。で、ウィリーが俺のこと信頼してくれてたかどうか知らないけど、俺の肌感覚的には、ウィリーもある程度の信用は置いてくれてたわけ。で、俺はもちろん彼のこと信用してるし、リスペクトもしてるし、なんなら彼がいなかったら俺絶対こんな走れてない、チームのために。だから、こんなに多くコミュニケーションを取ってなくても、ピッチ内でお互いの信頼関係があったら、これだけなんかいい関係を作れるんだっていう面でも勉強になったらすごい。なるほどね。相当ウィリーだったんだね。南部のこの。そうだよ。ね。そうだよ。マジで。ウィリーに恋してるみたいな。ウィリー一色みたいな感じなんだね。いや、そうだよ。ウィリーマジで来いよと思ってたもん、試合とか練習とか。マジで一緒にプレイしたいわと思ってたよ、毎回。まあ、そういう背景がありました。
いいね。なんか、こうやって南部が今 SNS で発信してることっていうのは、まあ割とこう、表向きな部分がめちゃくちゃ強いと思うんだけど、こうやってラジオでは裏話とか、よりこう具体的にね、内側が見れるラジオにもなってるから、なんかこういうのが楽しいと思ってくれる人はぜひ、角煮でね、聞いてもらえるとめっちゃいいかなと思うかな。そうだね。そう思います。ね。では、締めますか。そうかね。まあ、今回はこの辺で終わりにしましょうか。はい。それでは今回もクラル3を聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございます。クラル3は、Twitter もやっているので、DM やコメントはいつでも受け付けております。それでは今回も聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございました。ウィリー、頑張れ！